今日なんですけれども、手裏剣の代用品として五寸釘を使って遊んでみようかなと思っています。今日使う釘ですけれども、これは五寸釘、5寸、つまり15センチの釘です。15センチの釘を頭の部分をカットしてあります。通常釘というのはこのようにここを金槌で叩くわけです。なので頭の部分がついています。平べったくなっている。この頭の部分があると、手裏剣の技法としてこういったものを使おうとした時に、手の中を手裏剣がわずかながら滑ります。この滑るという動作がこの頭があることでできなくなってしまいます。引っかかります。そうすると、例えば左右に回ってしまったり、もしくは前方向に引っかかったがために回りすぎてしまう。なのでうまく打てません。五寸釘で手裏剣の練習をする場合には必ずこの頭はカットします。技術として頭がある状態で打てと言われたらできなくはないです。できますが、近い距離だけになってしまったり、融通が効かなくなってしまう。なので必ずここはカットしてください。カットは例えば大きめのペンチであったり、それから金属用のノコギリなどでもこれは簡単に切れます。釘の素材は柔らかい素材なので、鉄材の中でも柔らかいので簡単にカットできます。注意点として、カットした後この角にヤスリ粉をかけてください。これ今私少しヤスリかけてあります。ここのところがですね、ヤスリをかけずに使うと、先ほど私手裏剣は手の中を滑るって言いました。この滑る中でここが尖っていると手のひらが簡単に切れてしまうんですね。気がついたら手のひらから血が出てたり血だらけになってたりっていうことがあります。ですので頭の部分をカットしたら必ずヤスリをかけてください。要は怪我をしないようにですね。必ずこれはやってください。で、釘の、欠点ではないんですけれども、ちょっと重さが物足りないっていう方がいます。長さは15センチ十分なんですけれども、5.2 ミリだったかな。この五寸釘というのがもう実規格で決まってるんですけれども、太さがね 5.2 ミリしかないんです。ちょっと細いで軽量になっているので刺さりが少し悪い。なのでそれを補うために私は三角形に削ってます。三角形がね、なんだかんだ一番よく刺さるんです。刺さりを良くするために。ただこれをやると本当によく刺さるので、跳ね返りには十分に気をつけてください。これが、普段私が練習で使っている五寸釘。そしてこの五寸釘に糸を巻きつけたもの。これはね、太めの糸を巻きつけました。こっちは細めの糸を巻きつけた。そして房をつけたもの。これがですね、私が五寸釘で作った手裏剣の代用品です。これを使って今日は遊んでいこうと思います。この五寸釘から作った手裏剣なんですけれども、少し細めです。どこに刺さっているのか見えにくいかなと思いましたので、いつもの的を用意してみました。これでどこを狙っているのか見えやすいと思います。まずは何も巻いていないもの、それから糸を巻きつけたもの、房付き、この順番で打ってみようかなと思います。何も巻いていない、要は五寸釘の頭をカットしただけのものなんですけれども、この手裏剣は
実は少しね重心が私の感想ではちょっと後ろに寄りすぎている。なので実は糸を巻いたり房をつけたりしています。こうやって見るとね、なんとなく刺さり方の違い分かりますでしょうか。あまりね倒れていないのが分かりますでしょうか。何もつけていないものは倒れ方がいまいち。それに対して糸を巻いたものはだいたい直角に倒れている。房をつけたものはややほんのわずかですけれども上から入っている。真横から見るとこれだけ違いがあります。なぜ糸を巻くか房をつけるか、これなんですけれども、実は少し私は重心を移動させたいなと考えて糸を巻いてます。というのが、何も巻いていないものの場合、普通に打つと刺さりにくいんです。例えば刺しません。普通に打ちます。結構今音で分かった人もいると思うんですけれども、この手裏剣の場合、五寸釘の頭をカットしたものの場合、普通に打つと立ったまま飛んでしまうんです。で、今横が的に対してまっすぐ当たったので、パーンと結構うるさい音がしたと思います。回転しないんですよね。このまま当たってしまう。なのでそれを調整するために私は糸を巻いてます。この中の調整についてはちょっと順番が前後したんですけれども、次回の動画で、この辺りもちょっと詳しくやりたいなと思ってます。で、話を戻します。何も巻いていないものを打つ場合、少しやっぱり手の内であったり打ち方を変えます。ほんのわずかの調整ですけれども、なるべく4分の1を倒すことを考えて打ちます。そうすると刺さります。これなんですけれども、本当にある程度はコントロールができます。コントロールというか打ち分けられます。例えば刺しません。次は刺します。刺さない。次はちゃんと刺します。このようにある程度は、感覚含めてですけれども打ち方でちょっと変わってきますが、コントロールができます。今の刺されない打ち方、これが私本来の打ち方なんです。なのでその打ち方で刺さるようにこういったものを用意してます。簡単に言ってしまうと、ちょっと重心の位置が真ん中寄りになっている。何も巻いていないものの場合、こういった棒状のものの先端だけカットしているので、重心はちょっと後ろ寄りになります。この辺りに重心がありますでしょうか。これだと私にとっては少し後ろが重すぎるんです。なのでこの重心を少し前に持ってきたい。そのために糸を巻いたりしてます。これを例えばもっと細かく研究している流派などもあります。あくまで私は遊びで五寸釘をいかに倒すかそういう目的でこんなことをやって遊んでます。何も巻いていない五寸釘を刺さない打ち方、同じ打ち方で糸を巻いたもの、巻物を作ったものですね、これを打つと刺さります。ちょっと危なかったですね。そして同じように房をつけたもの、要はお尻側に空気抵抗をつけたもの、
当然刺さります。これなんですけれども、本当にこの空気抵抗とかそんな考え方はあくまで私独自というか、私がこう勝手に考えてやっていることです。こういった房であったりとか巻物の工夫、こういったことをずっとされている流派というのももちろんあります。そういうところはですね、例えば私個人が例えば何年もかけて考えていたことよりもはるかに長く深く物事を考えている。何より蓄積があります。一人じゃなくて何人もが何年何十年、それこそ100年以上何百年とかけて工夫していたり考えていたり、そういったノウハウの蓄積というのがあります。あくまでね、私はこう個人の楽しみとしてこういうことをやってますので、私の言ってることっていうのは個人のこうやって個人で手裏剣を楽しんでる人が言ってたなと、それぐらいの感覚で聞いていただけると嬉しいです。なんでね、例えばこれを機に巻物とかに興味を持ったからそういう流派にちょっとコンタクトを取ってみると、そういうのもありだと私は思ってます。では的を狙っていきたいと思います。何もついていないもの、巻物付き、巻物付きその2、房付き。ちなみにこの頭付きのこういった釘の場合、これちょっと短くて小さい釘なので難しいんですけれども、こういった釘の場合は打ち方をちょっと変える必要があります。この滑らせてしまうと釘の頭が指に引っかかってしまう。なのでなるべく滑らせないように、こんな形で打つ必要があります。というわけで今日は五寸釘から作った手裏剣で遊んでみました。日本の規格ではこの15センチ、これが最大の大きさになるんですけれども、海外には実際に24センチ、28センチ、もっと大きいのもあります。で、私もちょっと実際に友人から送ってもらってそういったものも持ってるんですけれども、これ本当に釘なのかなと思う大きさのものもあります。ただ実際にこういったものを使うとしたら15センチぐらいがやはりちょうどいいところだと思います。もうちょっとね、本当は大きければ個人的にはいいんですけれども、15センチあれば十分といったところです。ただし何度も言うように代用品です。そして当然ですが釘の本来の用途ではありません。なのでこんなことをやって怪我をしてしまったとか怪我をさせてしまった、そういった時に責任の所在、これがすごく大きな問題になってしまいますので、こういったことでこんなもので練習をしてくれとはやはりちょっと言えないところがあります。その上でね、もしこういった練習をしたいという方は周りの安全、これには十分に配慮をして、あと自分自身やはりね、怪我をしてしまったり跳ね返ってくるとね、小さいと見えにくいので何かあった時に非常に危険ですので、周りそれから自身の安全、これは必ず配慮して練習をするようにしてみてください。こんな感じでまたいろいろと遊んでいきます。もし何か興味あるようなことがありましたらコメント欄の方に書き込んでいただければ対応させていただきます。よろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今日の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。